韓国人の日本旅行といえば東京だと思っていませんか？ところが今、日本旅行オタクでは異変が起きています。東京はもう行った。次は高松、米子の鳥取市級って近いの？ついには日本人でも行かない都市へ韓国人が突撃しています。東京が嫌われた？いやいや違うんですよ。2025年の訪日韓国人数は約946万人で過去最多です。日本へ来なくなったのではなく、日本へ来すぎた結果、東京を卒業し始めたんです。今回は韓国人が東京を通過して熊本、松山、高松などに向かう5つの理由を説明します。まず一つ目は東京は嫌われたのではなくて、もう全部やっちゃった的な感じですね。だってね、韓国人とか外国人が初めて東京旅行行けば、もう行く場所決まってるじゃないですか。成田空港に降りて、京成スカイライナーで上野に行って、ホテルで荷物を置いて、渋谷のハチ公前で集結して、スクランブル交差点を渡って、渋谷スカイ行って、浅草に行って、雷門行って、東京スカイツリー行って、新宿歌舞伎町ゴジラヘッド行って、メガドンキホーテ、渋谷本店でキットカット、休息時間、目薬とか、胃腸液とかなんかもろもろ買ったら、最初は衝撃ですね。ところが、韓国人にとっては、日本は人生で一度旅行行って終わりの国ではないんですよ。だって金曜日に有給を1日つければ、金土日で行けちゃう非常に近い海外ですよね。だからね、東京は最終目的地ではなくて、一つの必修科目、ゲームでいうチュートリアルですね。東京をクリアしたら次の場所へどんどん行くんですよ。で二つ目は東京をソウルのように感じるってことですが、大前提にはもちろんソウルと東京は全く違う都市ですが、ソウルから来た韓国人にはアジアの都市だなー的な感じで受け取られるんですよ。新宿の高層ビルとか、表参道のブランドショップとか、あれ高層ビルカンナムにあるし、表参道ってソウルのアクジョン、チョンダム、ソンス似てるな、池袋の百貨店、ミョンドンにも百貨店あるよな、みたいな。もちろんスケールとか違いはあるとは思うんですけれども、フィーリング自体は、これは韓国で言うとこれ的な感じることがあるんですよ。だから、日本によく来るリピーターほど、韓国にはない日本は何なのか的なことですよね。愛媛県の道後温泉で浴衣着てみたいとか、下灘駅で瀬戸内海の夕日を見てみたいとか、香川県で朝7時から讃岐うどん食べてみたいだったり、地方で日本人が実際暮らしてる感覚って何なのとか、商店街のおばあちゃんどんな感じだったりとか、それの方が観光資源になったりするんですよね。だから地方に探しに行くってことがあります。3番目はですね、韓国人は旅行先以上に航空券を見始めた的な話です。これかなり最近の話ですね。日本人が松山城へ行きたいと考えてから愛媛県の交通手段を調べるじゃないですか。韓国人は逆の場合があるんですよ。ネットにね、日本航空券特価って検索する航空会社が全部調べてくれて、インチョンからここに行けばすげえ安いんですよみたいなことを教えてくれるんですよ。5000円で行けるとか、1万円で行けるとか。だってその感覚だったら、ソウルから韓国のチェジュ島まで行く値段とそんな変わらないのであってなるんですね。その値段を見てると、この都市ってどこってなるんですね。インチョンから高松、インチョンから米子、インチョンから熊本とか佐賀とか出てくるんですね。キータロー空港って何なんどうしたんってなっちゃうんですよ。これ分からなくても問題ないんですよ。特に今のご時世。航空券安くて知らない場所に行ったけど、Google マップ開けば、ここ観光地だね。ここ有名なグルメだね。すぐ出るじゃないですか。東京に行ってわざわざ JR 行って、新幹線行って、そこまで行くっていう話というよりかは、ソウルから東京、大阪行くような感覚で、長崎、宮崎、高松とか行けちゃうっていう最近の事情があるんですね。4番目はですね、2泊3日ぐらいでは東京疲れてしまう可能性があるってことですね。さっき言った通り、韓国人の日本旅行って勤労にして来れちゃうわけなんですよ。だから、ショートトリップっていうのが非常にあるんですね。そうすると、2泊3日をどうすれば充実できるかってなるんですよ。で、東京を選んだ場合、意外と体力が取れちゃうわけなんですね。成田空港降りて1時間ぐらい入国審査やって、京成スカイライナーで
上野駅まで行けば上野駅に人が山ほど行って、でそこから新宿駅行けば、なんか出口が80個ぐらいあって、で、そこでやっと上がってホテル探そうとすると、まだ20分ぐらい歩いて、で、浅草に行くと、もう体大変なんじゃないですか。もう新宿とか歌舞伎町行きたかったのに、東京都庁が見えてくるとかあるんですよ。一方ね、例えば福岡だったら非常に考えることシンプルなんですね。福岡空港降りて地下鉄で3、4駅ぐらい行けば、天神という福岡の一番でかい都市ゾーンが出てきたり、地下鉄と2つ3つぐらい主なことしかないから、これ1つ乗ってここに降りて1つ乗れば、桃地浜に届くだったり、松山なら松山城、道後温泉みたいなところ、パックとしてここ行けば終わりだな。で、人々も少ないから、ゆったり楽しめるっていうのがあるんですね。だから、東京はもちろんいい都市なんですけれども、乗車案内のアプリの指示に従って訓練してるかどうかわかんなくなる場合がある。一方で、地方旅行では短い休暇であっても移動したではなくて、休んだ、ゆったりした感覚を持ちやすいんだというふうに思いますね。5番目、韓国では小都市旅行が自慢になるっていうことです。韓国の旅行 SNS よく見ていると、こういった言葉があります。総動詞予編って言葉なんですけども、日本語では小都市旅行っていう韓国語です。これはね、韓国人における日本旅行のトレンドですね。さらに2025年最近ではですね、韓国人向けのおすすめ小都市60選みたいなタイトルがあるんですよ。おそらく日本政府の関係する機関のどこから出したフレーズなんですけれども、なぜここまでみんな小都市に行きたがるのってことなんですね。東京、大阪、京都の情報ってあまりにも多すぎるんですよ。みんなそこ行ってるんだから、東京3泊4日、大阪3泊4日だったらその一つのコース出るんですね。築地市場、浅草、一蘭ラーメン、ドンキホーテ行ってください。ここ行けば終わりですみたいな、あるんですよ。みんな行ける場所じゃなくて、日本行ったのに韓国人溢れる場所じゃなくて、日本で、人がいない、下灘駅というところに行って、海が見えるところで綺麗な写真を撮ったんだ。そこには日本人のローカルしかいなかったんだっていう話をすると、それこそ日本という国アドベンチャーに入って旅行してる、旅してる感ありますよね。鳥取県、境港市の茂ロードで来たろうと写真を撮るとか、熊本県の黒川温泉で露天風呂巡りをするとかするとね、そんな日本があるのっていう風になるんですね。だからね、日本旅行マニアになってる人たち見てると、すごいんですよ。その辺の日本の方より日本の地方のことをよく知ってるんですよ。これは東京離れというより発見競争になるんですね。しかも日本の良いところって地方でも治安が安定していて、コンビニ、レンタカー、観光案内所、清潔なトイレまで旅行インフラってとてもよくできてるんじゃないですか。知らない街で降ろされても冒険しやすい。もちろん場所によっては怖いところもあると思うんですけれども、日本のランダムのどこかに降ろしても、基本的には怖いことが起きることは東京でもランダムな場所でもそこまで変わらない可能性があるじゃないですか。だからどんどん東京とか大阪みたいな大きなとこではなく全国制覇しようってなるんですね。だから失望したではないんです。東京や大阪旅行がきっかけで韓国人が日本旅行のリピーターになり、東京は初恋の場所。次は道後温泉、栗林公園、黒川温泉、鳥取四季を見たくなるっていう、日本旅行マニアのトレンドがあるってことです。皆さんなら東京を卒業した韓国人にどの街とどの料理をおすすめしたいですか？具体的や地名、そして店の名前、コメント欄で教えてください。本日の話は以上です。パクンでした。アニョン